そうで、舞さんはじゃあなんでここに来られたんですか？私は、ここに来る前は、日本にいて、日本で、セレクトショップの店で働いてました。あ、そうなんや。その前はバレエダンサーで。バレエダンサー。はい。そうなんや。だからちょっとヒップホップ系かと勝手に思ってた。やってました。やってたんですね。ちょっとバレエで結構体を壊しちゃって背中をちょっと折っちゃって、背中を折って、腰らへんを。やばいですね。そうなんです。それでバレエはもうちょっとできないなっていうアクシデントがあったので、その後に日本でちょっとお仕事を普通にしていて、その時になんか30歳ぐらいになる時には、ちょっと自分のなんていう人生を変えたいなっていう、住む場所とか言語とか、日本しか知らないのはちょっと悲しいなって思って、はい、それでこっちに来ました。でその時になんか多分お二人もそうだと思うんですけど、じゃあパリ行くって決めたら、なんかパリのものとか探し始めるじゃないですか。でその時にたまたま読んだのがその川内有夫さんっていう方が書いた「パリで飯を食う」っていう、パリで生きてる生活してる日本人の方のストーリーがいくつかこう書かれた本があって、それをたまたま駅で買って、私本とか全然その時全く読まないんですけど、その小説みたいなとか、字細かいし長いしでもその時のストーリーは本当になんか面白くって、どんどん次が読みたくなって、もう一気にメトロの中で読んで、もうパリ行こうってすぐ決めました。すごい、それはもう読んだ時になんていうんですか、すごい感銘を受けたというか、これやーってなったんですか？なんか感銘を受けたっていうよりは、その文章の書き方がもちろん素晴らしかったのもあるんですけど、そこにエツツとブルーノっていうここをオープンさせた3人のうちの1人のアーティストと、あとその人とご結婚された日本人のアーティストの方が、住んでるっていうそのストーリーが書かれていて、スクワットって何みたいな、スクワッターって何みたいな、もう日本にいたら多分全然無縁な関係のその言葉にもうすごい興味が湧いちゃって、だからもう冒険心ですよね。でもすごい、だからなんかさ、ほんまに本って人生変えるねんなみたいな、なんかめっちゃすごい、本当にふと駅で撮った本とか、小説やん、その駅沢がなんかそうよく読んだことある小説の主人公みたいな。でその2人がまだもしパリにいるんだったら、行けたら会いに行こうかなっていう感じで。なるほど。でその時ってもともとダンサーやって海外行こうってなった時に、そのアーティストになるというか、そういう考えも持ってはったんですか？全くなかったです。まずそもそもパリは来たことはあったんですけど、やっぱりちゃんと観光とかもしたことなかったっていうのと、あとそもそもあんまり好きじゃなくて、やっぱちょっともう現実を言うと汚いし、人もね東京みたいにやっぱ多いし、あとは言語もやっぱり英語が全く通じない時があるので、なんかやっぱちょっとこう敬遠してる部分があって、でももしそこに行って生活ができるようになったら自分もパリを好きになれるかもしれないと思って。なるほど。いやポジティブだからどうなんですかね。ポジティブですか？あとはもうなんか日本にずっといて今後もその生活を続けていくのってなんか寂しいなってやっぱりあって。なるほど。実はなんか弟が海外にずっと長く住んでるっていうのもあって、私もなんかじゃあちょっと30超えたらもうバカンスとハワイみたいな人生のバカンスに出ようかなみたいにちょっと思って、まずは3日間入れたらもう合格次は1週間入れたら合格みたいな感じでもう自分にご褒美をしてて、やっぱでも来て3日目で
やっぱりパリダメだって思ったんですけど、その時にもうダメ、帰るかもしれないから耐えられないから最後にここ見て帰ろうと思って来ました。でよかったんですか？ここ来てなんかやっぱりパリの人って割とこう壁を作ってるじゃないですか。私はやっぱ来た時に友達もいなかったし、知り合いも全く住んでなかったので、やっぱ頼る人もいなかったから、もう最後に自分が満足して帰れる場所を見て帰ろうと思ってここに初めて来て、でその時になんかその時もずっと思ったのは、フランス人って割と心をパッてこう開いてくれないなって思ってたから、そんな時にここに入ってきた時になんかまたさっき通ったと思うんですけど、メイン階段を登ってきた時になんかすごいワクワクしたんですよ。なんかカラフルでなんかすごい歓迎されてる気分になって、でそれで中入ってきたらなんかアーティストがすごい話しかけてきて、でここのアーティストにやっぱり日本人がいたっていうのもそうなんですけど、ちょっと片言の日本語で話しかけてくれる人とかもいたんですよ。ですごいなんかこうウェルカムされてる感じっていうのを感じて、もうそれから毎日ここに通うようになりました。毎日です。で毎日ここに通ってるうちに今度日本人のアーティストさんと知り合って、でその時のその子がちょっとアシスタントを探してたので、その子のお手伝いを始めるようになって、でその後突然なんかいろんなここのアーティストと話してたら、お前もアトリエ欲しくないかって言われて、ある時突然アトリエを与えられました。すげえ、もう面接とかじゃなくてそうなんです。すいません、私はちょっと面接じゃなかったんですけどアトリエを与えられる。でもアトリエ与えられても私ここでアーティストじゃないし何していいの、何したらいいのっていう感じで、でその時にジュエリーをちょっとやってたので、ジュエリーを置き始めたんですけど、やっぱりここもブティックじゃないので、お店じゃないので、それもなんか違うなって思ってた時に、ちょうど1年ワーホリで最初は来たんですけど、1年経って日本に帰る時期にちょうどここのアーティストと一緒に岡山県の美咲町っていうところで、同じようにアーティストインレジデンスっていうのをやってるアーティストさんたちがいるんですよ。そこをオーガナイズしてる一人が昔ここにいたアーティストさんで、日本人の。で彼らに一緒にここの何人かのメンバーと一緒に同行して、そこに行った時に古いもう廃墟になった学校、小学校の黒板に最後絵を描いたんですよ、私は。突然ペンキで絵描いちゃって、そしたら一緒に行ってたフランス人のアーティストがなんかもうお前は絵を描いて生きてけっていう風に言われて、もうすごいいいから絵を描いて生きてけって言われて、でその時に確かにフランス語もちゃんとまだ分かってないし、このまま日本に帰るのは嫌だなと思って、またフランスに戻ってきました。すごい。じゃあもうそこからずっとアトリエで、そこから初めて絵を描くようになりました。人生わからんな。ってことは何こうしててアトリエに入らせてもらったとかじゃないんで。違います。また違いますね。ここのアーティストがなんかアーティストにしてくれたっていう感じです、私からしたら。すごい不思議やな、人生ってほんまにそう思うと。だから全く絵を描くつもりもなかったし、描きたいとも別に思ってなかった。でもそれも良かったんかもな。逆にスッと入ったのかもしれないし、あとはもう学校もね、アートの学校とかも別に絵の学校とか出てないので、もう身振り手振り見よう見まね。見よう見まね。でもいっぱい先輩とか先生がここにはいっぱいいるから、学校みたいな。そうなんですよ、本当に。だから周りの人が教えてくれて、でそっからなんか自分でもこう追求心みたいのが湧いてきて、今に至るっていう感じです。なんかでもあれよね、アーティストの皆さん、もうすごいなんかいろいろいいとこを見つけてくれそうな。確かに視点がね、なんかこうフォーカスしてくる視点が面白いですよね、やっぱり。なんとなく描いた線でもこの曲線いいねとかよくね、なんか教えてくれたり、なんか僕が絵を描いた時に、僕すごい絵下手くそなんですけど、めっちゃ下手くそなんですけど、でもあやちゃんはすごいこういうの私描けへんし、いいやって言われるとなんか
もうちょっと変えちゃうみたいなあでもあなたもその持ってるなんかその人が、そうだからそういうのすごい周りのみんなも多分感じてたのかなと思あーいます。確かにそんな印象を受けましたよね。ありがとうございます。なんかポジティブに言ってる。いやいやあれあると思う絶絶対あるよなうんそうみんななんか持ってる能力は絶対あるけどうん多分その生かし方で全然ね変わってくいやるから本当にそうですよね。でそこから絵を描いていって、気づけばもう何年いらっしゃるんですか？気づけば今7年過ぎましたね。おーは7年7間年間。でもそれでも続けられるのがすごい、そうやってもうそれも多分周りの人が続けさせてくれたっていう感覚だと思います。じゃあ途中でちょっとうんこう考えた時もあるんですか？あもちろんそのジュエリーを作ってたのでそれを自分でもジュエリーは好きだったんですよ。であと昔ブティックで働いてたのでなんかヨーロッパの人たちがこういうデザインを好むなっていうのは自分の中でも頭の中にあって分かってたのでなんかそれはもう追求の先がなくなっちゃってもう作って売る作業みたいなだけになっちゃってなんか新しいことがないなと思ってで好きでずっとジュエリー作るために毎月イタリアとかに行ってたんですけど、でもなんか絵とジュエリーとはやっぱりすごい忙しくなっちゃって仕事が今度は。で絵も私はこの仕事がしたいって言って始めたわけじゃないので今度忙しくなってくるとなんか違うなみたいな。なるほど、自分のこうリラックスと自分の居場所をキープするために作ってたものがなんか違うなってなってきてでジュエリーは今もうお休みして今絵だけに集中してます。でももうそしたらもう今度はこうありがたいことに周りがどんどんこうオーダーしてくれたりとかお客さんがあとはコレクショナーができたりとかあとは展示会のお話いただいたりとかだからもう周りの方がこう生かせてくださってるっていう感じです。生き方やな。なんかそのね生き方っていうかその演技方もなんかすごいアーティスティックっていうかねなんか確かに、こういわゆる学校出て、こうその王道を走るじゃなくて、こうねそういうのもなんか感じていいな。ね。でもそうやってなんか導かれてるんでしょうね何かに、多分そうだと思う。しか、なんかそれを感じて、なんかいいないいこういろんな人生をさ、こう知れるとさ、なんか自分もさずっとそこにおらなあかんとか絶対思うんだと余計、もうずっと会社員やって死ぬまでここで働くんやみたいな考えになってしまってるけど、意外となんかこう導かれる時もありますよね、動いたらっていうののねこの可能性をさ、伝えれるのはめっちゃ嬉しい、ありがとうございます。いえいえ。いやでもほんまにやっぱ実際会って話すとな、はあってなるような。そうそうなんか前回のあれでね少し説明はしたかもしれませんが、今回舞さんがマシアビデオをねよく見てくださっていてでマシアビそうで59リボリとことは僕ら知ってたんですけどでも行ったことはなかった。ほんならある日舞さんからコメントでどう見に来ないみたいなお話をいただいて、でそこからメールをやり取りさせていただいてこういう風に来させていただいたんですけどもねなんかこれもすごい嬉しいというかつながるというかいやありがとうございます。つながる本物だ。本物。いや普通の人間です。普通にパリで私も普通うろうろしてるでちなみに舞さんはまあこう7年やっていて、まあ、一アーティストとしても活動されてるしでここのアソシアーションのその幹部メンバーというか、今はそうですね、はい、幹部になりました。運営を一緒に行ったらするその一人というかそうですね。ノワイオデュっていうハードコアメンバーのアーティストっていうのがそのパーマメントレジデンスずっと永住権を持ってるアーティストなんですけどその中からさらに5人、幹部メンバーっていうのが決まっていてそれがここの一番ボスになるプレジドンで2番目がセキュレテーで3番目がセキュレテーアジョアン、秘書補佐ですね。で4番目が、トレゾリエって言って会計係とその会計補佐っていうのがいるんですけどその私はセキュリティアジョアンっていうのが秘書補佐になってます。秘書補佐すごいすごいな。始めたばっかりです。
始めたばっかりです。はい。で今まではそのガスパールっていうここをスクワットしたうちの一人が、ずっとプレジデントだった22年間この代表だったんですけど、彼が、今年の9月にその役員を辞めることになって、新しい役員に、なったのが多分最初のビデオを見ていただいたら分かるんですけど、エブさんになりました。なるほどね。いやなんかちょっとここに興味が湧いて、こう何かこうアクションを起こしたい場合は、日本人の方だったら舞さんにお話ししたりしたら結構進めやすいんですかね。でも基本的には私に話していただいても全く構わないんですけど、ここのレジデンスをもししたいっていう方がいらっしゃったら、ぜひ59リボリのウェブサイトもしくはインスタグラムをぜひご覧になってください。最初のビデオでご紹介した、ここの市民サービスのメンバーたちがいろいろオーガナイズしてくれてるので、なるほど、はい、可愛い彼女たちがそこにメールを送っていただければ、ダイレクトメールを送っていただければことが進んでいくと思う。なるほど。はい。で、私たちのその幹部メンバーっていうのはそういういろいろ案件とかをいただいたときにそれをやっていいかっていうそういう判断を最終的にする人たちなので、はい。はい。ぜひレジデンスに来てください。でもパリに来たら来るとこまた増えはるな。チャンネル見てる人は。はい、もうね、だから普通に見に来ることももちろん無料やし、そのアーティスト活動をしたい方にとっても、すごい一個のステップになる場所にもなるかもしれないし、もう一年中ここは訪問するのは一年中できるので、はい、わかりました。さあいい音楽が流れてきたところで、はい、じゃあ残りね1個目の動画では少しだけお見せしましたが、残りこの後半でもですね、51リボリの中身をもう少し見ていきたいと思います。あれ鬼は。舞さんの作品について少し教えてください。はい、私の作品のまずコンセプトは、ネイティブエナジーをベースに作ってるんですけど、ネイティブエナジーっていう中にはもともとそこに自然にあるものっていう意味があって、それがネイティブっていう意味だと思うんですけど、例えば、この私がよくやってるのがこの小さなドットのスタイルの作品を作ってるんですが、これはもともとアボリジニのオーストラリアのアーティストなんかがよくこういう点で作品を描いていくんですけども、それがもともとの私のベースになってます。で、私は自分の人生の中でいろんな場所を旅行したり、あとはそこに住んだりっていうことがよくあったので、住むように暮らす生活するっていうのが自分がその新しい場所を訪れた時の自分のコンセプトにしていて、訪問者とか旅行者っていう感覚だとやっぱり大体短期間だけそこにいるっていう感じなんですけど、もともとそこにネイティブにいる人のように同じような生活を真似ることで新しく見えてくる文化とか、そこの土地土地の色だとか雰囲気っていうものをいろんな人たちにシェアしていきたいなと思ってます。それが作品のコンセプトです。なるほど、はい、それを表すというか、それを伝えるというか、そういうものを、じゃあ一貫してそこが通じてるんですかね。そうです、はい。なので例えばさっき撮っていただいた向こうの作品なんかは、私が人生の中で訪問したいくつかの、町とか国とかの、私がそこで感じ取ったその土地土地の色合いっていうのを丸い形だったりちょっと正方形の形だったり四角い形だったりで表現していて、その作品と絵がそれぞれその土地の名前になってるんです。タイトルですね。作品のタイトルになってます。なるほどなるほど。言い換えると、私の作品を初めて見た人がその作品を通して自分のまだ知らないその土地の雰囲気を感じ取ってもらうっていうのが私のコンセプトです。素晴らしい。すごい。ありがとうございます。なんかうまく通じたから大丈夫かな。あとは作品さえ見てもらえればもうさらに。でも嬉しいことに
さっき撮っていただいた入り口のアトリエのところはもうここもそうなんですけどほとんど絵がなくなってしまって全部そうなんです。この9月に全部で何点売れた20点超えぐらいで毎日出ていっちゃってだからもう今制作期間に入ったところなんです。なるほど。忙しいところにいやいやたくさんあったんですね。あったんですけど全部ありがたいことで新しい持ち主を見つけて旅立っていきました。素晴らしい。すごい。ありがとうございます。なんかやっぱそのコンセプトを聞くとより絵の解像度が上がるからグッてこうそうね入ってくる感じが違う。そうね。大切やわ。素晴らしい。ありがとうございました。いいえこちらこそありがとうございます。帰りましょう。いやよかったね。もう真っ暗になりました。めっちゃおった。結局だいぶいましたね。よかったね。どうやった？いややっぱまあさっきも言ってたけどやっぱパワーがあるというかすごいポジティブなエネルギーがいっぱいあったから、すごい良かったしなんかさすが芸術の都パリって感じがした。あそうなんや。でもほんまにまいさんいい人すぎて。せやな。なんかもうありがとうございます。ありがとうほんまに。いや楽しかった。なんか久しぶりにちょっとね、なんやろやっぱ作品人が作ってる姿を見るとやっぱ自分も作ろうみたいなそう刺激になったよな。気持ちになるから、確かにそう刺激を求めてる方はね行ってみたらいいなって思います。ほんまやね。あと一つのまあ観光の一つでさ、行くのはいいかなと思った。いいと思うし、なんかデートとかでもな彼とデートしていいんじゃないでしょうか。なんかまあフランス語とか話せなかったもすごい外国人に慣れてて優しくお話もしてくれるんで臆さずに行ってもいいなと思いました。はいまあいい日でしたね。じゃあちょっとお腹減ったんで帰ろう。ご飯食べよう。行きましょう。はいせーの。それではご視聴ありがとうございました。オーバーアビアント。今回マッシュの登場が少なかったんでほんまにずっと撮ってたから、久しぶり。そしていい感じのカフェ。お腹すいた。